ご視聴ありがとうございます。今回はプライヤーラックを3つ、ファクトリーギアさんが販売するブランド D&J から1つ、ワールドインポートさんから1つ、アメリカのブランドライルから1つを紹介させていただきます。それぞれ握り物を立てた状態で収納するラックです。平置きも重ねてしまえば収納量は稼げますが、取り出すのが面倒。対してこのタイプは出し入れの利便性を残したまま収納量も稼ぐことが可能です。まず1つ目、ライルのプライヤーラック。もともと2年間くらいこれを使ってきました。樹脂製ですががっしりした作りのラックです。横幅は 275mm、13丁を収納することが可能です。収納の溝は太めの 23.5mm が3箇所、それ以外の10箇所が 16.8mm 幅となってます。細めの10箇所はさらに手前のここ、レンチの首というか頭を支える枕の幅でまた2つのサイズに分かれています。奥行きがしっかりありますので、レンチやプライヤーを置いてみると安定しまして、結構気に入って使っています。しかし不満もありまして、まず一つ一つの収納幅が決まっていますので、並べ方に制約が出てしまいます。収納の順番はグリップの太さに依存するので、種類ごとにまとめることができず、結構とっちらかった収納となってました。グリップの太いこれなんかはそもそもちゃんと収納ができておりません。ついで仕切りの高さがそこまでないので、スプリング入っているプライヤーなどはうまく立てない、横にもたれかかって立つ感じになりまして、具合が良くなく、ちょっと微妙いところも。また奥行きがしっかりありすぎて 120mm くらいの小さな握り物ではこんな具合にすっぽり入ってしまうので、取り出しにくいこともありました。あとはお値段。最近は円安がさらに拍車をかけて1枚4000円からって感じ。まあまあな高級品となってしまっています。で、今回ファクトリーギアさんからお声かけいただきまして、この辺の問題を解決しそうなこちらのラックを提供いただきました。そうしたらタイムリーなことにワールドインポートさんからも同種の製品が登場しまして、こちらも一緒に使ってみることに。アルミのベースに樹脂の仕切り板を備えたラックです。ソケットレールのアッシュみたいな感じで、仕切り板を好きな位置に動かすことが可能。これ本当に便利な機能で、種類を揃えて並べて収納が可能になったり、とてもグリップが太くてライルには入らないもの、例えばハンマーなども入れることが可能です。D&J とワールドインポートそれぞれのアイテム、とてもよく似た製品です。サイズはどちらも同じ。横幅 305mm、高さは 70mm。黒いのが D&J、青いのがワールドインポートです。外箱まで同じでして、製造元は一緒かもしれません。色が違っているのと、あとは仕切り板の数が違います。D&J が13枚、12丁収納に対してワールドインポートのは15枚、14丁を収納可能となっています。仕切り板を動かしてみますと、両者で動き方が若干違っていまして、ワールドインポートの方がスルスルと動きます。悪く言えばワールドインポートの方がグラグラ。比べて D&J の方がしっかりとしています。グラグラしないっすね。仕切りの板は一緒なんすけど、アルミベースの幅がコンマ 1mm 違ってまして、D&J さんが太め。結果として D&J の仕切り板はがっしりとした感じについています。ただ狙ってやっているというよりは個体差って感じがいたします。この仕切り板、がっしりとちょっと緩めとどちらが良いかは好みでしょう。がっしりとしているとプライヤーの出し入れ時に動きにくいですが、動いてしまった場合に直すのが面倒。スルスルと動くものは出し入れで動きやすいですが、直すのもそこまでだるくはなく。ただ本当にどちらを選んでも大きな違いはありません。程度の違いはあれど、どちらでもやはり仕切り板は使っているうちに動いてくることがあります。どちらでも収納時に入らなくてストレスを感じた経験はあるっすね。この仕切り板が動いてしまう問題、1箇所でもイライラしますが、5本6本取り出した時に1箇所の歪みが原因となり、両隣も入らなくなって、さらにその両隣にも連鎖してどんどんおかしくなっていくなんてこともありまして、ぐねぬってなることはあります。
仕切りをぴっちりに設定してみたり、逆にゆったり、ゆとりを持たせた設定にしてみたりは試しましたが、どちらも結局動くときは動くっすね。ゆとりを持たせますとプライヤーがより仕切りに寄りかかりやすくなるのが原因か、結局重さに負けるのか仕切りが動いてしまうんです。今のところちょっと緩いくらいが良い具合に感じてます。きっちりぴったりサイズにしたい場合はちょっと合わない製品かとは思うですね。仕切りが動いてしまった場合はおとなしく地道に直します。道具を無理やりねじ込んで小刻みに揺すったりしてみても、結局板はハの字になって堅くなに動いてはくれません。横着しても簡単に直すことはできないですね。なんというのか、板の真ん中をポキッと押す感じで平行にスライドさせて直します。板の両端を両手使ってつまめば簡単に動かすことはできますが、壁際に設置することの多い製品かと思いますので、この方法やりやすくはなく、うまくお伝えできないのですが、やはり板の真ん中を押してコキッと動かす感じ。どちらにしても仕切り直すのは面倒っすけどね。工具箱の奥の方に設置してたりすると、その作業は本当にだるく。作業終わりに疲れて片している時にこれが鳴ると、となってしまうことはあります。対策として仕切りの間にテープを貼ってみました。これでだいぶ動かなくはなるっすね。ただテープは経年でベタつくでしょうし、あまり見た目も良くないです。私は結局外してしまいました。ゴムの板とかプラ板を適当サイズにカットして間に挟むと良さそうにも感じます。この製品、本当にコンセプトは素晴らしいと思っていまして、ぜひ改良版の登場を望みます。仕切りを簡易的に固定する方法があれば、さらに使いやすくなると感じました。仕切り板のベースをネジで軽く固定するような仕組み足すだけでも満足感上がると思うんです。レバーかなんかで仕切りがワンタッチで固定ができて、かつガタつかない、そんな製品があったらニッチな市場とはなりそうですが、そういう製品欲しがっている円数さんは多いのではと感じたっすね。幅固定タイプと自由に動かせるタイプを比べてみて、どちらも一長一短はございます。固定タイプは自由度ないけれどストレスは少なめ。自由タイプはそれこそ自由にいろいろやれますが、工夫しないとストレスは多めです。ただ仕切りが動かせるというのはすごく勝手の良いこと。仕切りの動くタイプ2社で比べてみて、両者に大きな違いはありません。好きな色とか応援しているブランドだとか、そういった部分で選ぶのが良いでしょう。用途や好みに合わせて選んでいただきたいです。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。